ルピンク、ワインレッド、レッド、カーマイン、ポピーレッド、オレンジ、ウルトラマリン、リッチブラウン、ダークブラウンあたりはちょっと滲みやすいのかなっていう印象ですね。自由にアートを楽しもうプラバンクシーです。今回はダイソーさんのフルエントリーイラストマーカー40色を検証します。で、プラバンは焼く前と焼いた後では色が全然違うので、どんな違いがあるのかを検証していきます。こちらのイラストマーカーは、プロのイラストレーターさんが使うコピックのジェネリック品と言われています。でなんと2本で100円なので、コスパも良く、色の豊富さも最高です。では早速検証していきましょう。表面に黒のマーカーで色の名前を書き、裏面をヤスリ400番で削ったものを用意しましたので、今から順番に塗っていきます。まずフラミンゴピンクから塗っていきます。結構薄付きな感じですね。では次にフューシャピンク。フューシャピンク。次にピンクを塗ります。ローズピンクを塗ります。でもし液漏れしている商品などがあれば、レシートを持っていけば返品または交換をしていただくことができます。次に桜ピンクです。桜ピンク。ピンク系統の色が結構多いなという印象です。次にペールオレンジ。こちらですね、ペールオレンジ。こんな感じで全部塗れました。次にこちら側ですね。一応塗っていきます。左と右全部塗り終わりました。こうやって見ると、コーラルピンク、ワインレッド、レッド、カーマイン、ポピーレッド、オレンジ、ウルトラマリン、リッチブラウン、ダークブラウンあたりはちょっと滲みやすいのかなっていう印象ですね。で、こう重ね塗りとかをした時に、ちょっと塗りにくかったり、はみ出してしまったりする可能性があるのかなと思います。ちょっとセルリアンブルーもちょっと怪しいですけども、あとグラスグリーンとかも。結構アルコールマーカーの扱うのは結構難しいのかなという印象です。今回初めて購入したので、今後
作品を作っていくときにどういう風に影響してくるのかっていうのも楽しみでもありますし、攻略していくのもすごく楽しそうだなっていう印象です。では、焼く前を見ていただいて、焼く前と焼いた後とどう変わったのかっていうのを見ていただきたいと思います。それでは実際に焼いていきます。実際に焼いてみるとこれだけちっちゃくなりました。こんな感じになりました。ペールオレンジとパウダーピンク、ベビーピンクとクリームイエローあたりはあんまり色がついていないなという印象です。それ以外は見えているので綺麗にできているかなと思います。で、コーラルピンクとオレンジは描き終わったところが少し滲んでいるので、今後ちょっとアルコールマーカーを使って作品を作るときは、この滲みにちょっと注意しながらやらないといけないのかなと思います。ライムグリーンとかすごい綺麗に色が出ているなと思います。あとウルトラマリンも綺麗ですね。左が焼く前、右が焼いた後ですので、これだけ焼く前と焼いた後では色の出方が違うっていうのを分かっていただけたかなと思います。こんな感じで色の出方が違うので、皆さんもカラーチャートを作っていただいて、作品を作る時の参考にしてください。今回この動画を見ていただいて役に立ったな、面白かったなと思っていただいた方はですね、いいねやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。プラバンクシーでした。